どうも皆さんこんにちは。ショアジギングの鬼です。ただいま日本海のサーフに来ております。昨日まで荒れていたのでね、このようにちょっとね波が高めでうねりがね時折入ってるんですけども、うねり残っちゃってるんですけども、今からね朝まずめ、今日がちょうど昇ったとこなんですね。ただいまの時間は、午前7時前、ちょうど日が昇ったところですね。これからね朝まずめ一番ね釣れる可能性が高い時間帯ですから、気合を入れてねがっちりやっていきましょう。使うルアーはこれね、サムライジグのピンクです。サムライピンクですね。ジグで一番釣れるのがサムライジグで、一番釣れる色がサムライピンクですから、もうこれだけ投げとけばいい。もうねこれだけ投げとけばいいから、サムライピンクだけサムライピンクだけ投げとけばいい。サムライピンク投げ倒して釣れやんだら、もうそれは魚がおらんっていうことやから諦めた方がいいね。それぐらい釣れるやつですから、もうねこのサムライピンクを信じて投げ倒しましょう。まあね、明らかにシラスがいたりとかしたらちょっとねこのサイズでは厳しいと思うんでね、ちっちゃいジグでやるかもしれないですけども、そうじゃない限りはねサムライピンクだけを信じてやり続けますよ、俺は。俺昨日まであれ取ったからか、ちょっとうっすら濁りが入ってるね。薄濁りの状況ですね。でもこれぐらいだったら全然釣りになりますからね、気合い入れてやっていきましょう。相変わらずここは流れが速いな、本当に。ジグがね木の葉のように流されていく。皆さん荒れた後は気をつけてくださいね。波が落ち着いて見えてもたまにねどでっかいうねりがボーンって来たりすることがありますから、気をつけてくださいね。その時の平均的な波の 2,3 倍の波が来ることを想定してポジション取ってください。あんまりねいくらウェーダー履いてるからってあんまり深いところに立ってると全身波かぶってびしょ濡れになりますし、下手したらさらわれますからね、気をつけてくださいね。安全第一でお願いしますよ。相変わらず横に流れてやりにくいな。でもねここはね実績があるんですよ。近くにね河口がありまして、それでベイトが寄り付きやすいからかもしれないですけども、ここはね結構実績があるんです。シーズン中来たら坊主で帰ることってほとんどないんですよね。はい、ベイトがかかってきました。これカタクチイワシですね。カタクチイワシが来てるみたいです。ってことはこれおるぞ、これ来るぞ。これはカタクチイワシおるってことは絶対来るで、絶対来る。粘ろうか、これは来るまで絶対待ってくるからね、粘りましょう。カタクチイワシがいたら絶対来ますからね、粘りましょう。バケモンや、これでかいぞ。これパンパンに太っとるわ、ほらブリッブリブリッブリやし、でかい。60あるよ、これ60あるやろ。234660センチ台、ほぼサワラ。ほら模様がさ、サワラの模様になっとる。模様がね結構こういう複雑な模様になってくるの。サワラクラスに近づいてくるとね、プリプリ。やば、これは持って帰って食べよう。絶対うまいやろこんな。ポッテポテや。ほらイワシ食いまくってね、パンパンにこう作ってる。絶対うまいぞこれ。これやばいよ、この歯
うわうわ、やばい、危ない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 。これね、噛まれたら大出血ですからね。うわ、ボッテボテで歯が結構欠けとるだ。上がってくるときにルアー感で折れたな。これ歯がさ結構欠けてしまっとる。でもね、この歯やばいよ。この口わかるこれ。うわ、待って、なんか食っとるぞこれ。口の中に入っとんやけど、なんか食っとるなこれ。現在進行形で食っとったんかな。うわー、これ何食っとんやろ。ちょっとさばいてみよう、ね、さばいたら何食っとったかわかるかもしれん。すごい腹やな。コロコロに太ってる。パンパンやで。パンパンのね、化け物サゴシ。サワラにしよう。顔つきと模様がサワラだ。化け物サワラ。よっしゃー、刈り取りました、バケサワラ。まずこっからだね。このお魚さんのこの胸びれっていうんだけど、このヒレがここに骨があって、ここが硬いんですよ。ここをねまず切りましょう。これね、お魚さんの胸びれって皆さんでいうところの足に相当する部分ですね。後ろ足の部分、胸びれじゃ腹びれはごめん腹びれ胸びれ、こっち胸びれは皆さんでいうところ腕ですね。これ皆さんの体でいうところ足ですね。これ後ろ足、腹びれが後ろ足になったんですね。皆さんの先祖もね、お魚さんみたいな形をしてたんですよ。大昔は何億年も前はね。うわー、ちょっと早くも内臓が覗きかけてますね。危ないね。うわー、ちょっと内臓が覗いとるけども、これからねこれをオープンにしますからね。皆さん苦手な方はね、今のうちにブラウザバックしてください。3秒以内に3つ数える間にブラウザバックしてください。1、2、3。はい、もういいやな、残っとるみんなは。もういいね、いくよ。うわえぐー。しかもすごい油でギットギト。うわこれ卵巣ですね。でこれが消化管、腸ですね。これ肝臓かな。これ肝臓だな。これが胃袋ですね。皆さん、これが胃袋ですよ。なんか入っとるって。これなんか入っとるわ、胃袋で。ちょっと胃袋というか全部内臓取り出そう。まずなんか出てきた。ちょっと待って、なんか出てきたんやけど、ほらこれカタクチイワシですね。イワシ、煮干しっぽいでしょみんな。煮干しの原料、カタクチイワシだ。これ煮干しの原料食っとんやこいつ。煮干しの原料を食べてますね。うわちょっととりあえず内臓一通り出してしまおう。もうここで切っちゃおう。ここでね、すっぱりやってしまいましょう。はい。うわー、これがね皆さん、サワラの内臓ですよ。内臓やばいね。消化管で。肝臓もプリップリ。肝臓食えるんじゃないかな。これレバーでしょ。レバーだろうこれ。この白い部分肝臓だろ、肝だろう。まあちょっと今回はね捨ててきますけども、皆さんね、サワラっていうのはね非常に傷みやすい魚なんですね。鮮度落ちるのが早いので、なのでこれ内臓とかね、あとエラとかこういう腐りやすい部分はもう釣り場で取ってっちゃうんです。あらかじめ抜いていくわけ。そうしないとやっぱりね傷んで美味しく食べられなくなっちゃいますから。それじゃあね、こうやって殺した魚さんに申し訳ないですからね。やっぱせめて美味しく食べたいと。胃袋さっき胃袋を圧迫したから、それでこれがニューンって飛び出てきたんよ。カタクチイワシ食っとった。やっぱりおるっていうのは分かっとって、カタクチイワシがおるから、それを追ってなんかねこういう大きなお魚が来とるかなって思ったら、やっぱ案の定来とったね。サワラっていうのはね結構小魚を食べるわけ。出てきた。口の中から、さっき口の中から覗いとったらこれだわ。やっぱカタクチイワシやな。
カタクチイワシ、頭がどっか行ってるけどもね、カタクチイワシ、うわーやばいね。やっぱイワシオって食っとったんやがね、やっぱイワシオって食っとったんやな。これやばいな。油がさギットンギットンでやばいよこれ。うわーでもこれうまいやろうな絶対。はい、というわけでこの油でギットギトのサワラが捕食していたのはカタクチイワシでしたね。皆さん勉強になりました。カタクチイワシを食べるんですよ、サワラはね。カタクチイワシはね、まあ美味しいらしいんですよ、お魚さんにとってもね。人間もね煮干しだとか言って出汁取って食べるぐらいですから、煮干しの出汁ってめちゃくちゃうまいのはっきり言うけども、だからやっぱね煮干しの原料カタクチイワシ、普通にね目指しとかでも食べるよねみんな。美味しいんやけど、人間が食べても美味しいんやけども、魚が食べても美味しいと、そういうわけですね。はい、勉強になったねみんな。はい、コメント欄にね勉強になりました、ありがとうございますとかね書いといてください。血合いもねきっちり洗い流しました。そしてねエラーも取っておきましたから、これで美味しく食べられますよ。やっぱりね殺して食べる以上は美味しく食べられるようにしておかないとお魚さんに失礼ですからね。皆さんも釣った魚はねきっちり処理して美味しく食べられるようにしておいてください。はい、というわけで帰ります。満足したんで帰ります。ほら見てくれこれ、バッケモンっすわこれ。バケモンバケ絶対うまいわこれ。もうほらめっちゃ脂乗ってるもん、お腹とかやばいね。うわーこれ楽しみやな、絶対うまいわ。やったぜバッケモン。もうきっちり処理しましたから、エラもね腹渡も血合いまで抜いてありますから、もうね美味しく食べられますよこれで。絶対うまいわ、こんだけポンポンで脂乗ってたら絶対うまい。もうね刈り取った化け物をね食らい尽くしてあるわ。というわけで帰ります。センキュー日本海。やっぱサムライピンクよ。だって周り誰も釣れてなかったもんね。タイミングの問題もあるやろうけども、でもやっぱサムライピンクは釣れるのよ。サムライピンクだけは俺たち釣り人を坊主から救ってくれる。ありがとう。